シングルヒット祈願。新しいシングルが発売されるたびにその大ヒットを祈願するべくこれまでさまざまなことに挑戦してきた乃木坂46。今回の27枚目は何でしたっけ？ごめんねフィンガーズクロストです。フィンガーズクロスト。だからエンガチョってことね。エンガチョって知ってる？いや、これでだから今知らない？あれでも出てきたじゃん、千と千尋でも。円が町って要はもう絶好とかさ。そう要はこれ昔からエンガチョだからごめんねもう縁切るからってことでしょ。円が町とか俺とかすごいやられたよ。やったタイプでしょ。違う、なんかこれはあれなの？幸運を祈るっていう。幸運を祈る。あ、そうなんだ。軽くやるね。俺今やったけどすげえここが痛くてしょうがない。死にそうだよ今回3、4期が中心であ、そうなんだ。やったってんの。あまり詳しいことは言えないんですけど、まあね、それはね。過酷系かなとは。過酷系。最初が岩本と久保と早川なんだ。はい。ここはでも最初に出るってことは一番軽いってことだ。違う。本当に大変でした。こうして始まった27枚目のヒット祈願。まずはこちらの3人で挑んだスカイダイビング。今回は先輩たちのヒット祈願をアップデートするべく大ヒットゾーンへの着地を目指した。それぞれ空中でのミッションをこなしてあとは着地を決めるだけだったが1人目の久保、2人目の岩本と連続で失敗。そしてラスト期待を背負った早川は多少強引ながら早川の1歩目は見事枠内ということでアップデートヒット祈願を達成。久保は怖かった。でもまあ一人目なので、なんとか怖がらずに行こうとは思ってたんですけど、偉い。行く途中怖がってたけどもう飛び出す瞬間はなんかねももう行くしかないので、まあねそうになるとあそこ行っちゃえばね、あとはやっぱその26枚目のリベンジをなんとか、おみくじリベンジそうね。です結構引きずってたので、ザラザラした気持ちになってたわけ。もうずっと何の活動しててもザラッとしててそうだったんだ。そうだったのねこう引。きずってたんで、でもまあまあすごいよ。スカイダイビング。いやすごかった。これは残りどんなことやるの？スカイダイビングがいやこれ以上ないよ。ねえどんどんしょぼくなんだろうな。次が梅と山下と柿と田村。お4人いんのね。大丈夫？大丈夫？過酷？過酷です。過酷です。泣いた？泣きました。泣きました。じゃあ4人 V 振りお願いしますね。 VTR どうぞ。雨。 27枚目シングルヒット祈願。はい、私たちは今栃木県の日光に来ています。日光。ね、天気はめちゃくちゃ悪いけど。悪すぎる。そしてこのチームに挑戦してもらうのは滝行です。滝行です。これまで2度にわたってメンバーを浄化させてくれた滝行ヒット祈願。今回後輩メンバーにはこの土砂降りの中さらにアップデートした滝行に挑んでもらいます。アップデートってどういうこなんか26枚目のヒット祈願にも参加させていただいたんですけど、結構やっぱそのやりきった感がなく終わってしまったそうなんだね。そうなんですよ。前回のはね27枚目は死ぬ以外だったら何でもするぞっていう意気込みできたので、もうやらせてくださいって感じです。楽しすぎて頑張ります。頑張ってください。梅ちゃん。はい、やっぱ今まで特に初期の頃とか先輩方ずっと過酷なことやられてきてて、やっぱ私たち後輩ってあんまりそういうのを味わってきてなかったので、絶対リタイアしないで強い気持ちを持って挑みたいなって思ってます。はい。さきちゃん。はい。24枚目シングルの時に富士山に登ったんですけど、私はそこで登頂できなくて山頂まで行けなくて途中でリタイアしちゃったので、今回こそはやっぱりもう
代表していくからには絶対にやりきりたいなと思っているのでやだ頑張ります。これしかも寒い。やだ私も前回の大吉引くやつもそうですし、4期生でやった登山も途中でリタイアしちゃって全然みんなの役に立てなかったのでしょうがないよ。今回は絶対リタイアしないでヒット祈願をちゃんとやり遂げたいなって思います。はい、みんなもう頼もしすぎるわ、もう大丈夫そうです今ね、自分に聞いたら、雨強いな。まずは今回お世話になる住職と挨拶を済ませヒット祈願スタート。華厳の滝かな。華厳の滝やばい。死んじゃうよあんなので。まずは滝行の無事を祈って不動明王にお経を唱える。南無大師炎上金剛、南無大師炎上金剛、南無大師炎上金剛、南無大師炎上金剛。そうだな、懐かしいな。昔各チームに分かれてやったりとかしてたもんね。ホラ貝。俺うまいね。よく笑わないね、あの近くでホラ貝吹かれて。本格的というか。おーっつったら星野笑ってたの。マスクあったんであ、大丈夫。雨足が強まる中、ここからは足場の悪い山道を5人で滝まで登っていく。滝は冷たいし痛いしね。特に滑りやすいんで気をつけてください。あれだ。あ、これ今見えたよな。あの結構あったな。危ない危ない危ない。マジここは危ない。根っこが絶対滑るから。怖い怖い、危ない、ここめっちゃ滑る。その根っこ滑るから。その根っこ滑るからそこの根っこだよ。気をつけて。あれ滑るから。だから言ったじゃん、根っこ滑るから。手前そこもやる。山下。そこもやるな。靴が合ってないんだよこれ。いやそんな。すごいね、うわ結構だな。よくこんなのやらせるね。これやばいよこれ。こうしてたどり着いたのが今回4人が挑む真っ暗滝。30メートル先から容赦なく降り注ぐ水は雨の影響で大幅にパワーアップ。これって勝ってらんないよ。まさに過去最強となった過酷な滝に4人で挑まなければならない。さらにじゃあ早速これから1人ずつ挑戦してもらうんだけど、27枚目にちなんで4人で合計270秒、約4分半合計ね。挑戦してもらおうと思います。 270それを秒目標に頑張りましょう。1分10じ秒。ゃあ1番目は誰にしますか？そんなやんの。何個落ちでも大丈夫です。どんな感じかわかんないもんね、まだね。一発目っす。うん、一緒じゃん。トップバッターを志願した梅沢、滝行にかける決意とは。梅はね、最初何でも最初にやりたいんだ。強くはなりたいなと思います。気持ち的にもなんかもう5年目なんで何があってもこう動じずちゃんとこう芯を持っていられる人になりたいなっていうのがあるので、もうなんか怖いものはないぞぐらいな気持ちでなんか一皮向けれたらいいのかなって感じです。十分だけどね自らの成長を誓い、いざ滝行へ挑む。これを言うわけね。なんか金目鯛大量っても。これも十分だよ。ああ当たってる当たってる。もっといっちゃってもいいでしょ。1分10秒超えても。一人で行っちゃってもいいわけね。一人で。すごいな。すごい。あら。すごいよくしゃべるな。いや危ねえ。なんかいっちゃいそうじゃないこれ。本当ね、一人で。あれ？これオッケーって言われてもわかんない。わかんない。あ、72秒か。いいんだね。人一倍責任感の強い梅沢。大体平均だ。72秒間滝を浴び続け、トップバッターの大役を見事に果たした。お疲れ
濡れてることになったやべえな、びしょびしょじゃんか。めちゃくちゃ寒い濡れてるわすごいゆで卵みたいな。偉いな。次は田村。続いて滝行に挑むのはヒット祈願に意欲を燃やす4期生の田村。なんかはイメージ。あんまりこう役に立てなかった感じが自分の中でずっとあったので、富士山のリベンジねこう少しでもみんなの力になれるようにヒット祈願ちゃんとできるように頑張りたいなって思ってます。自分の精神を鍛えるじゃないですけど、なんかもっともっとこう殻を破れるようになりたいなって思います。これまでのヒット祈願の雪辱を誓い田村がいざ滝へ。ああ、すごいね。いや、偉いね。偉いわこれでも人数やってて最終的に失敗だったらどうするの？270秒いきますかでした。稼げ稼げグループへの貢献を誓い滝行へ挑んだ田村。1分以上滝を浴び次のメンバーにバトンをつないだ。最後の人一番大変なのに全部やんなきゃいけないから、まあ短くなるかもしれないし。よっしゃお疲れ。すごいめっちゃ頑張ったね。続いては今回フロントメンバーに名を連ねる4期生のカキが挑戦。意外とさ、先輩方ができなくなっちゃうとかね、やってたのを見たことがあって出てきちゃうとかあるからね。なんかその時は皆さんなんか大号泣してらっしゃったのを見てたので、なんかでもこれでなんか乃木坂になれる気がしてなんかちょっと嬉しい気持ちもあるんですけど、でもそれでもやっぱり怖いので4人でちょっと力を合わせて頑張りたいなって思いました。先輩が経験してきた大きな壁。カキも乃木坂の歴史に挑む。これはすごいわすごいね。ああ、すごいすごい。稼げ稼げ頑張れうわうわ自分の体力の限界まで滝を浴び続けたカキ。で、山下がすぐ出てき残り66秒残し最後の山下に全てを託す。あきちゃんお疲れ。頑張ったね。最後に滝に挑むのは前作ではセンターを務め個人での活躍も目覚ましい山下。で私前回これ26枚目のヒット祈願久々にヒット祈願やらせていただいて結果的にやっぱぬるっとした感じになってしまいましてこう26枚目の期間やっぱずっとそれがちょっと心残りで活動したので今回の27枚目のヒット祈願は26枚目も個人的には背負って頑張りたいなと思ってるので
ぬるい人間だと思われたくないので今回ちゃんとここで体を張って頑張ってバナナマンさんにもその姿を山下はちょっとぬるいと思ってるけどな見ていただきたいなと。じゃあこれ見てだな。大吉では得られなかった答えを探して山下が激流に立ち向かう。最後に滝に挑む山下。目標の270秒達成なるか。ね水量増えたのなんかね激しくない？山下の時水量多いな。あ、すごいすごいすごい。我々も。あらいいやつ山下いいやつだと思ったんだよ。入れてくれてありがとう。ありがとう。66秒だっけ。おいけそうだな。3人の思いをつないだ山下は70秒記録し4人で274秒という過去最長の滝行を見事達成。お疲れ。大丈夫？お疲れ様。でもなんか初めて滝行やって、なんかいかに自分が今までこう煩悩にあふれた人間だったかそんな気持ちになったんだ。でもなんか本当にこう4人で力を合わせて頑張って南さんにもわざわざ来ていただいて、いやいや本当にもうすごい感謝でいっぱいなのでこの気持ちを27枚目に継いでいけたらいいなと思います。というわけで滝行チームヒット祈願完成。はい。すごい。さあチーム滝って意外とね見た目よりも冷たかったりすごい痛いんだよな、寒そうだったしね。そうだからあの秒数いくって結構大変だね。やばいと思うよ。山下なんかねバナナマンって名前も出してくれた。いいやつだなお前は。ぬるい人間と思っててごめんなさい。でも梅どうだった滝？もう本当に息できないかと思いました。息できないんだよね冷たさとな。でもなんかあんまり伝わりましたかね。いやこれわかるよ。体感よりも映像で見ると伝わんないでしょ。そうなんです。でもひどい滝に行ったら首折れちゃうから。やっぱ水圧すごいもんねあれね。そうですよ。あこれでも相当やばいな。もうやったことある人間だとわかるんだけど、わかる。映像的にね。わかる。私雨も降ってて、あそこの滝に着くまでの道のりもなんか命とかなくて大丈夫かなってちょっと思ったぐらい。わかる。そうなんだよ。で呼吸ができなくて出てきちゃうよね。そうなの。だからよくああやってみんなこう喋るなというか。だからあんまり強くないんじゃない？強いです。おいやりやがったな。大変だった。帰りが大変だったのに帰りが全然いや帰りなんか映してくれるわけないんだよ。帰りなんか絶対映らないですよ。なんか伝わってるかな。確かにな。確かにスカイダイビングってさ帰りがメインだからね。あれいいんだよテレビ的なんだよ。帰りってそういうこと。ドキドキ帰りが使いどころ。これで終わりじゃん。それね。さっきはどうだった？なんか私なんかプールのシャワーも嫌で。プールのシャワーって普通シャワーじゃん。消毒の？消毒のなんか地獄のシャワーみたいなやつ。あれ地獄？そこまで地獄？どんなシャワーだ？なんかそれすら内緒で避けて入ってたから滝がすごい嫌で、なんか南さんとかなんかもう私が行くって言って行ってらっしゃるのが本当にかっこよくて、なんか改めてヒット祈願
したのもそうなんですけど、なんか心が現れました。そうそうなるんだね。じゃあ定期的に行こう。この後過酷ヒット祈願に遠藤絶句。でもやっぱりあるんだ、みんななんか滝に打たれるとなんか洗い流されるというか、そうなんですよ。あんの気持ちがね。生まれ変わってなんか何に対してもやっぱすごい感謝ができるようになって。すごいな滝って。あの子何かに入るかもしれないな。いやだから本当になんか26枚目のヒット祈願も、あダメだったなって思ったけど、でもやっぱ今考えたら良かったんじゃないかとか。いやあれはあの時できる最善のヒット祈願だからいいんだよ、それは。すごい素敵な26枚目だったなって思いまそうだよ、いいんじゃない滝チーム。ね、成功。素晴らしい。もうこれ以上ないだろう。いやスカイダイビング滝ときたらもうないよ。ないのよ。まだ言ってないのが与田エンド。はい。あの2つに比べたらもうぬるいだろこれは。過酷じゃないだろこれ。泣いた？泣きました。あ、じゃあ泣きました過酷なのか。おお。遠藤が結構泣くからな。そうですよね。そうですよね。そうですよね。さあじゃあ2人で。せーの。 VTR どうぞ。せーの。また雨だ。27枚目シングルヒット祈なんだ。ここは岐阜です。岐阜。願。すごい雨の山奥ですけど。ね、今回さくらちゃんとゆだちゃんに体験してもらうのは日本一高いバンジージャンプです。あれすごい。バンジー。バンジーやった。という次回遠藤与田が世界最大級のバンジージャンプに挑戦。涙のセンター遠藤はヒット祈願史上最高の恐怖を乗り越えられるのか。今だってもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃に戻れない君の幸せをずっと祈ってるよ。ごめんね Fingers crossed。愛し合うそのことが初めてだったから、全てがぎこちなくてキスだって下手すぎて緊張しながら何度も抱き合った。手を伸ばせばいつだって君がそこにいる、当たり前になってしまったその存在に甘えて油断してたタイミング。会えない時間が寂しくなくなって気づけば心は離れてた。やり直そうと言われたら僕はどうした。今だってもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃に戻れない。冷静じゃないから恋ができるんだ。客観的で自分らしくない明日ももちろん好きだけど、近づかない遠い光のままで言葉にできないこの気持ちをそっとさよなら Fingers crossed。今だってもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃に戻れない。冷静じゃないから恋ができるんだ。客観的で自分らしくない明日ももちろん好きだけど、近づかない遠い光のままで言葉にできないこの気持ちをそっとさよなら。君の幸せをずっと祈ってるよ。ごめんね Fingers crossed。ヒットしますように。清宮レイ出演舞台が6月17日から、伊藤リリア出演舞台が6月21日から上演。真夏の全国ツアー2021モバイル先行受付がスタート。